保護者の付き合いに高校中退の人がいるなんて、警察のお世話にでもなったんじゃないの？そうじゃなければ、高校を辞めるなんて正気の沙汰じゃないわ。俺は幼稚園の保護者会で課長夫人に暴言を浴びせられた。それに課長本人も続ける。わかってる？我が社は大卒が集まる会社だよ。チンピラの中卒には用はないんだ。僕が人事課課長として責任を持って君を地方へ飛ばす。今日中にでも荷物をまとめとけよ。意地の悪い課長の笑みに吐き気がこみ上げる。何か勘違いをされてませんか？止まらない自分への悪口に、俺はゆったりと最高の切り札を切った。俺の名前は南優太。最近ふと近い将来のとあるシチュエーションを想像して小さく震えている。もし娘が高校を辞めたいと言ったら、自分は親としてどう反応するのか、どう反応するのが正解なのか分かっているのか。34歳の一児の父、そして高校中退の経験者としてあり得るかもしれない未来を恐れる。自分が恐れている事態を選んでおきながら、我が子に同じことをされる恐怖に襲われるとは勝手なものだと思う。だが今になって当時の自分の無鉄砲さを振り返ると、それもまたなかなか怖いのだ。俺、自分で仕事を作ってみたいんだ。それで今からできる、子供でもやれるかもしれないことを思いついたんだ。だから頼む、俺を働かせてくれ。私立の男子高校に通っていた俺は、高校2年の秋に親に中退を申し入れた。学校の授業をきっかけにひらめいたアイディアをもとに事業を展開しようと思いついた。子供だからだろうが、とにかく成功するに違いないという自信に心を打ち抜かれていた。お前の考えを誰かに話したことは？熱意は分かった。だとしたら家族以外の見ず知らずの人に冷静に判断してもらえ。最初に相談した父は俺を怒るでもなく説得した。それも諦めさせるのではなく考えさせる方向で、自分のアイデアを第三者にしっかりと見てもらう。良し悪しを判断してもらい共感する人がいるのであれば本当に起業を目指す。父はどこまでも落ち着いて俺の動きを観察していた。俺は俺で自分の夢のためにがむしゃらに走った。企画書、アイデアをまとめたレポートを手に起業家にアポを取り面会。事業に協力してくれそうな会社や人を見つけるべくセミナーや起業支援のイベントに参加する。父に最終決断を告げるときには起業に必要な資金や賛同者と協賛企業を集め終わっていた。とにかく俺は会社を作っていいと認めてもらえたと思う。甘いところはあるかもしれない。けど勉強してアドバイスを聞きながらやっていくつもりだ。退学届に必要だった父の署名をもらうため、俺は起業に向けたプランニングシートも親父の前に出していた。これでもダメだと言うなら俺は諦める。でも許してくれるのなら退学を認めてください。俺の決意に父は何も言わずペンを取った。退学届に署名をして最後は引き返すなと言った。お前は自分の夢の他に人の期待を背負っている。それを忘れるな。何があっても最後まで逃げるな。こうして俺は高校卒業を控えた年に学校を辞めた。学生による学生のための塾をコンセプトに、俺は自分の部屋をオフィスとして事業を始めた。高校生や大学生が隙間時間に講師として勉強を教える。長期間の授業も可能なら
必要とされている知識だけを短時間、ピンポイントで教えてもいい。教える側、教わる側、どちらの金銭的時間的負担が少なく済むような仕組みとしてそれを考えた。当時俺は塾講師をしていた大学生のいとこから教育業界はバイトでも激務になると聞いていた。本来は自分の勉強を優先したいが、求められると仕事をしないわけにもいかない。そんな身近なところにあるストレスも俺の授業は解消できる。そんなことを思いながら俺は自分の会社を社会に送り出した。それでも起業から10年までの月日は予測不能の日々が続いた。顧客間のトラブル対応は日常茶飯事で、方々に頭を下げて回る。かと思えば、支援してくれていた企業の倒産もあった。まともに寝た日が記憶にない年も、休みがまるで取れない年もざら。そんな状態でも駆け抜けられたのは、若さと妻のしおりのおかげだろう。私、よくここまで待ったな。悪かった。俺の考えでは、もっと早く成功して、プロポーズも早い予定だったんだ。30歳まで2年を切ったところで、俺は高校時代から付き合っていたしおりにプロポーズをした。会社の成功と同じぐらい大事に考えていた結婚は、当初の想定よりも遅れた。しかし、しおりは俺を待ち、気持ちよくプロポーズを受けて結婚してくれた。私、今日は面談希望者にアポを取ってみるわね。ああ、よろしく。それから、いくつか案件もあるでしょ？それ、ちょっと全員で考えたいんだよな。ちょっと、怪しい話もあるから。しおりは、結婚と同時に俺の会社に転職し、今では、広報兼営業企画の柱として活躍している。3年前には、娘の母になり、バリバリ働くママでもある。講師でやることばかりの毎日は手を取り合って過ごす。俺も父親として、夫として、何一つ恥じることのないように気を引き締めていた。この合併は小さなベンチャーだった我々が本格的に古参企業のいる社会に乗り込むためのターニングポイントになる。起業から16年、俺の会社は中堅の同業他社との合併を控えていた。自分自身と会社にとって一世一代の大勝負の時、俺は社長として社員を鼓舞して明るく振る舞っていたが、内心には不安と心配が積もっていた。それでも前に進めていたのは、働く仲間の頑張りとしおりと娘の支えがあったから。これでやっと座って仕事する時間も取れるんじゃない？合併交渉が締結し、しおりはそんな冗談を言った。会社が大きくなり、人員に余裕があれば、俺にも少し箔がつく。ちょっとだけでいいから、起業家風でも吹かせてさ。いいスーツでも着る？高級ブランドはダメ。嫌味になるからね。しおりと笑い合いながら明るい未来を想像する。そしてもう一つ、私生活でも変化を迎えた。ここなら、俺の実家としおりの実家、どちらにも近いよな。俺は会社の転機とちょうど重なった娘の幼稚園入園のタイミングで家を建てることにしたのだ。都心近郊の住宅街に俺としおりの希望を詰め込んだこだわりの家を建てた。一生の贅沢をした気分。まあ、頑張ってローン返そうね。新居での生活を前に俺はしおりと握手をした。ここまで来るのに忙しかったと言うしかない。だがこれで最初のピリオドを打てたのではないかとほっとしていた。新居での生活は忙しく始まった。娘の幼稚園入園があり、会社も新体制の稼働への準備が進む。講師で気が抜けず、多忙で気の抜けない日々。それでも半年が過ぎた頃、娘の通う幼稚園で参観日と保護者会の開催が知らされた。
俺も行こうかな。ああ、本当？保護者会も参加していいみたいだから、よかったら。ああ、そうするよ。俺にとって初めての幼稚園でのイベント。当日、俺は楽しみな気持ちで家を出たが、まさか幼稚園で手痛い洗礼が待っているとも思っていなかった。娘のクラスの保育参観を和やかに済ませて、保護者会に顔を出す。なんとなく、そうだよなぁと感じたのは、母親同士の付き合いが確立していたこと。しおりには数人の顔なじみの母親たちがいて、俺はその人たちの旦那さんを含めて挨拶をした。ああ、それで、こちらの田辺さん。あ、はじめまして、南と申します。しおりは知り合いの母親の一人を俺に個別に近いようにして引き合わせた。田辺さんと紹介され、俺は名乗って会釈をする。田辺さんはというと、俺を見て、どうも、と目を細めた。田辺さん、ご主人が合流する会社にお勤めで。ああ、それじゃあ、これから同僚になるんですね。よろしくお願いします。俺は笑顔で田辺さんに向き合っていたが、田辺さんの表情はいつまでも柔らかくならない。おかしい。人見知りでもする人なのか。あれこれ人柄を推測しているうちに、田辺さんに盛大なため息を浴びせられた。南さん、今は合併する側の会社の社長さんなんでしょ？田辺さんは俺の経歴を調べていたのか、資料を読み上げるような口調で俺に問う。あなた、昔は学生起業家で注目されたとか？全身をまじまじ見られ、気分は良くない。それから質問も止まらない。どこに住み、家柄はどうなのか。初対面の人間にどうしてそこまで固執するのかという単純な疑問。そして、この人は自分を嫌っているんだという確信も持つ。すみません。お手柔らかに。怪獣のチャンスはないか、軽く伺うと、田辺さんは俺にとどめを刺した。お手柔らかにって、社交術のつもり？まあ、中卒でそんなの半端に身につけて、卑しいこと。田辺さんははっきりと、俺への嫌悪感を口にした。驚き、何も言えず固まった俺に、追い打ちまでかける丁寧さも、田辺さんは持ち合わせていた。起業して、会社の社長かもしれないけど、まともな方なら、大学を出て社会人を経験して考えるんじゃないですか？まちこさん？しおりさんもね、よくもまあ中卒のご主人を、ようようとお披露目して、お里が知れるっていうのかしら。田辺さん、すみません。何か言いたいことでも？すみません。僕はともかく、妻には。あら、そう？じゃあ、あなたに言うわ。人となり、生まれ育ちが知れているのはどちらなのか。それを問いただしてみたくもなるが、騒ぎが嫌で、俺は田辺さんに主導権を持たせた。保護者の付き合いに中卒の人がいるだなんて、起業のためとか言うのは嘘で、警察のお世話になったりでもしたんじゃないの？そうじゃなければ、高校を辞めるなんて正気の沙汰じゃないわ。田辺さんは終始、俺に小さく怒っているようだった。もしかしたら、それよりも、俺へ強烈な不満を抱いていただけなのかもしれない。しかしどちらにせよ、田辺さんは自分の夫と俺が一緒に同じ会社で働くことを受け入れられないようだった。主人は会社の人事部に勤務しています。人事部課長です。私から夫に、あなたを地方へ転勤させるよう進言しますわ。はあ、そうですか。ええ。もしそれが承諾できないようでしたら、荷物もまとめて、家をお売りになって引っ越したら、会社も辞めて。一瞬、田辺さんが会社の社長か大株主なのかと錯覚する。そのぐらい田辺さんは自信満々だった。自分と夫がどれほどの権力を持っていると
思っているのか。仮に力がある人でも、いきなり気に食わない相手に、ここまでしないだろうと呆れる。そうですね。今後について、いろいろと考えて話し合ってみます。周囲がざわついたこともあり、俺はしおりの袖を引いた。そしてそのまま愛想笑いを浮かべて田辺さんからじりじりと離れる。なんなのあの人。なんかエキセントリックなタイプなのかな。自分たちへの暴言も頭に残っているが、田辺さんの凄みのインパクトの方がはるかに大きい。しおりと言葉少なに娘の手を引き家に帰る。あの幼稚園でいいのかな。ああ、まあ、田辺さんだけが要注意なのかもしれないし。まあ、まだわからないか。娘が通う幼稚園での親同士のいざこざ。大人の俺たちはともかく、心配なのは幼い娘だ。しおりと今後について話しながら、まずは様子を見ようとなった。入園したばかり。トラブルが大きくなるのであれば、叱るべき処置をとって転園する。もしこれで私たち側が過剰に反応したら、田辺さんの狙い通りなんだろうと思うし。俺は穏やかではなかったが、しおりはしっかりと現実を見て冷静だった。田辺さんの言動を挑発だと捉え、正面から相手にしないと切り捨てた。とにかく、私たちはできることをしよう。ね。ああ、そうか。そうだね。しおりに言われ、怒りも静まった。それからしばらく、幼稚園での動きに目を向けつつも、俺としおりは仕事に全力投球した。新会社のフォーマットは固まりつつあり、あとは正式に稼働するだけ。新社名も決まり、俺の心は弾んでいた。そんな中で、幼稚園の恒例行事であるバザーが開かれた。しおりは係として、俺は当日に交通整理や警備をする父親の一員として運営に参加する。あ、南さん、ちょっとこっちにいらして。田辺さんに朝一で目ざとく見つけられ身構える。見ると夫とおぼしき男性も一緒だ。南さん、こちら主人の誠治です。どうも、田辺誠治です。まあ、妻からいろいろ聞いてると思うけど。田辺さんの夫の誠治さん。合併する会社の田辺人事課長。課長は俺を半目のようなやる気のない表情で眺めると気だるそうに話を続けた。僕もね、いろいろとあなたのことは調べたんですよ。まあ、何考えてるんだが、たまたま会社がうまくいって調子に乗ったかわいそうな若者って感じだね。ああ、そうだったのかもしれませんね。けど、調子が落ちたから自分のところよりも上の会社に救ってもらおうと、都合のいいことを思いついたわけだ。やっぱり、若造は考えが甘いもんだ。田辺夫妻は、夫婦は似た者同士という話がぴったりハマる夫婦だった。高校中退の俺を見下し、俺のこれまでの人生についても勝手な思い込みで全否定。田辺課長に至っては、どうして自分が勤める有料企業が、俺のようなチンピラが仕切る会社の面倒を見てやらなければいけないのかと嘆く。南くん、わかってる？我が社は大卒が集まる会社だよ。チンピラの中卒には用はない。ああ、さようですか。そうだ。だから、僕が人事課課長として責任を持って君を地方へ飛ばす。覚悟して。妻もいたと思うけど、今日中にでも荷物をまとめたら？意地の悪い田辺課長の笑みに吐き気がこみ上げる。嫌な人だというのはもちろんだが、滑稽だという感覚も混じっていた。自分の気持ちが処理しきれなくなり、気持ち悪かった。何か話に行き違いがあるようですので、よろしいでしょうか。俺は一息飲み込み、田辺課長に忠告した。今回の合併、どうやら
田辺さんのお勤め先が弊社を吸収すると思われているようで。そうだろ。そうじゃなければ、こんな無理筋。いいえ、そこがまず違うんです。俺はじっくりと今回の合併の経緯を説明する。まず、合併は田辺課長の勤め先である中堅規模の学術書の出版と学習塾事業を展開する会社から持ちかけられていた。業界の古参として長年堅調な経営を続けてきたが、少子化と社会のデジタル化から取り残され、業績を落とすようになっていたのだ。電子書籍販売への対応、塾の運営ではネットを使ったリモート事業環境の整備と人員管理が遅れていた。このままでは出版も学習塾も行き詰まる。その状況下で若い新社長が俺の会社にアドバイスを求めてきたのだ。最初の話は業務提携やこちら側からの人員派遣ということで進んだ。しかし相手側が将来を考え思い切った方向に舵を切った。うちと合併し新会社として生き残りを図る。こちらとしては学習教材作成のノウハウと質の高い塾講師陣、国内の歴史ある名門校受験への蓄積された情報、おおよそでは数えきれないほどのお土産を持ち込んでもらえる。弊社としては今回の合併に関して御社へは敬意を持っております。先ほどは助ける助けないとの発言もありましたが、弊社は合併を手を取り合う機会だと認識しています。俺には田辺課長が言う会社を救うような意識はない。あるのは競争の激しい業界で痛手を少なく上手に生き残ろうという思いだけ。だから俺は合併し吸収する会社を見下しもしないし哀れとも見ていない。切磋琢磨し認め合うべき存在だ。それからもう一つ、新会社の社長は私です。俺の説明を怪訝そうに聞く田辺課長は、俺が新会社でも社長職に就くと聞かされ、鼻を鳴らした。あんたそこまで嘘並べるの？虚言癖まであるんじゃ、ますます手に負えないな。田辺課長こそ、もう少し情報を調べてみては？は？俺は人事課長なの。人事に関することなら知らないことはないの。だから、あんたの言うことが嘘なの。私が社長職を引き続き務めること、それから幹部や重役の人事に関しては、あなたが知るところではないかと。新会社の詳細な人事情報はまだ発表されていない。社内で内々に通知はするが、それはこの段階で2週間後の予定だった。は？一切の人事はこれから通知いたします。その前に田辺課長には聞き取りを受けていただくことになるかと思いますが、俺は田辺課長にとっておきの切り札を出した。新会社発足に向けての人事考査。吸収する会社と自分の会社側で合わせて人員にまつわる問題を洗い出す。俺はその機会を設けていた。その渦中で田辺課長の職務怠慢が報告として挙げられた。それはちょうど田辺夫人に詰め寄られた直後だ。外回りを口実に勤務中に競馬場へ行っている。過剰なノルマを設定し罰金を徴収しようとした。一部の社員へ対して必要なパワハラを働いている。自らの使用を部下に押し付ける。奔放で乱暴な田辺課長の振る舞い。当然ながら社内では相当な問題になっていたようだ。しかし部下たちは脅され、口外しないよう圧をかけられ、これまで明るみになることはなかった。だが今回の考査で様々な方面から告発が上がってきた。何のことか。言いがかりだ。課長が苦し紛れに吐き捨てる。そうですか。ですが、調査は進行しています。証拠、証言は集まっていますので、あとは田辺課長の意見を伺うだけです。ただ、くれぐれも立場を理解なさった方がいい。何かしらの処分は避けられない。俺はそう、
田辺課長と奥さんに告げる。嘘だ。課長はそれだけつぶやき、ふらふらとどこかへ行く。奥さんはそれを慌てて追いかけていった。この後、田辺夫妻は体調不良を理由にバザーから退出したそうだ。そしてそんなバザーからしばらくして新会社が発足し、新たな門出となった。俺は社長業を継続して、しおりも引き続き仕事を続ける。あの田辺人事課長は降格処分として会社に残してみた。自分としては鍛え直してみようといういたずらな好奇心が湧いてのことだ。しかし田辺さんは課長職を剥奪された逆に、年下と自分より学歴の低い者に使われるのが許せなかったようだ。いわゆるただのプライドの問題。だが田辺さんは退職届を叩きつけて会社を出て行った。現在、田辺さんと奥さんは生活に困っているらしい。家は売らずにいるようだが、へそを曲げた田辺さんは職探しもせずに引きこもり。代わりにパートに出た奥さんは地元企業で事務職にありついたらしい。しかし上司は中卒で大ベテランのご婦人。中卒の年寄りにこき使われてありえないってママ友に愚痴ってるみたいね。田辺夫人の近況をしおりが教えてくれた。奥さんはしぶとく幼稚園のママ友関係にしがみついて不満を垂れ流しているそうだ。そんな時間の経過を眺めながら、俺は仕事に真摯に向き合っている。会社が大きくなった分だけ責任も増えた。しかし、それを成長の材料と伸び上がるためのバネにしていきたい。会社と家族を守り、自分を認めてくれた社会に恩返しをする。俺に大事なことは、そうだと信じている。